皆さんこんにちは。黒帯ゲームズの丹沢です。白帯ちゃんです。前回 TRPG 温故知新では僕の魂のゲーム熱血専用をご紹介させていただいたんですけれども、一部の皆さんからですね、熱量高めの反応をいただくことができました。ありがとうございます。なのでね、このシリーズのんびりシリーズ化していこうと思っております。おお、それは良かったです。今回はどんなゲームを紹介するんですか？今回ご紹介するゲームはこれ。ルンルンファンタジーマジカルランド RPG です。ルンルンマジカル？マジカルランド RPG は初版が1992年発行なので平成4年ですね、発売された TRPG システムです。もう30年以上前のゲームなんだよね。デザイナーは和栗明先生。見ての通り大判の A4 サイズで312ページ。定価はね、4800円。時代的にはこの3年前の1989年に文庫版のソードワールド RPG が発売されて、ファンタジー RPG が大ブームになってる時期なので、当時はですね、こんなでかいサイズでこの価格帯の書籍タイプの基本ルールブックっていうのは結構珍しかったんじゃないかなと思います。僕もね、すごい遊びすぎて1冊目ボロボロになっちゃって、これ2冊目なんですけども、学生時代だったのでアルバイトして貯金してかなり頑張って買った記憶があります。見た目はファンタジー RPG っぽいんですね。どんなゲームなんですか？ざっくり言うと、ポップなテイストの剣と魔法のファンタジー RPG です。至るところにね、ギャグテイストも散りばめられていて、なんだけど、見た目はね、ノリに反して、システム自体はね、すごい骨太で遊び応えがあるゲームです。僕がね、学生時代におそらく一番長時間、キャンペーンシナリオを作って遊んでいたのがこのゲームでした。今はね、亡きジオシティーズというですね、フリーのウェブサービスがあったんですけども、ここにこのマジカルランドで遊んだキャンペーンのリプレイを僕公開してまして、2チャンネルのね、TRPG スレとかで当時面白いって褒められていたりして、とても嬉しかった記憶があります。あれがね、僕の創作の原点になったっていうとちょっと大げさなんですけど、僕が書いたものってみんなが楽しんでくれるんだというね、学生時代に自信ときっかけをもらえた良い経験になりました。そういう意味でね、大変この恩義のあるゲームなので、今日ご紹介したいと思います。ジオシティーズは消えちゃったけど、リプレイをまた公開したりしないんですか？一応 HTML のバックアップデータは残ってるんですけど、僕がね、高校生の時に書いた絵とか文章をね、今更公開するっていうのはかなり恥ずかしいので、まあ気が向いたらっていう感じですね。でも、その頃ってファンタジー RPG がたくさん発売されてましたよね。どうしてこのゲームだったんですか？いろいろ理由はあるんだけど、とにかくね、レベルアップがめちゃめちゃ楽しいっていうのが僕がこのゲームを遊び続けた理由なんですよね。マジカル&RPG のね、大きな特徴にオールインワン思想っていうのがあるんです。オールインワン思想？この頃の TRPG のシステムって入門用の基本ルールブックが発売された後に高レベル帯を遊ぶ向けのデータ集とか設定資料とか、いわゆるサプリメントっていうのが順次追加されていくっていう形で展開されることが多かったです。今もそういうゲームは多いですよね。でもマジカルランドはですね、この一冊にリプレイっぽい記事からシナリオを含む必要なデータ全部掲載されていて、これだけでかなり高レベル帯までですね、ずっと遊べるようなキャンペーンまで対応されているようなんですね。まさに全部入りのオールインワンなんですね。だからこんなに分厚いんですね。僕はね、当時から自分の設定でガリガリ世界観とかね、国家とか宗教とか国王とかそういうものをね、どんどん作ってキャンペーンシナリオを遊んでいくっていうのが好きだったので、後からね、公式の設定とかデータがどんどん追加されていくと、どうしてもね、自作の設定とぶつかるというかコンフリクトしてしまって遊びにくかったんです。無視して突っ走ればいいじゃんっていうところではあるんですけど、やっぱりね、公式のものが後から来て、それが自分の考えたものと違うと結構気持ち悪いっていうところがあって、この点ね、マジカルランドはもうこれで一冊で全部入っているので、こっから膨らませた僕なりの世界観っていうのはもうそのままずっと固定で遊べるというところで、一切修正する必要がないというのが遊びやすいなと思った理由です。なるほど。さらにね、データ量もすごいたくさんあって、モンスターとか魔法のデータがたくさん入っていて、この頃のね、TRPG って基本ルール買うと低レベル帯、例えば1レベルから5レベルみたいなところで数回セッションして遊べるようなデータが入っていて、それよりね、続けて遊びたい場合は上級ルールブックを買ってくださいっていうようなものが多かったんですけど、暇なね、学生のペースで毎日遊んでるとですね、すぐにレベルがカンストしてしまってですね、終わってしまうという残念さがあったんですけど、このゲームね、50レベルとか頑張れば100レベルぐらいまでね、その気になれば遊ぶことができてですね、コンシューマー RPG に結構感覚が近いのかな。毎セッションレベルアップさせていっても一年中遊べるみたいな遊びができました。最終的にはね、神様みたいなのに近いようなモンスターのデータも載っていて、そこまで遊べば本当に1年遊んでも全然遊び足りないっていう内容でした。僕はね、学生の頃はもうそれこそ毎日昼休みと放課後に友達集めて遊んでいたので、このぐらいね、コスパがいいとめちゃめちゃ良かったと
いうところでね、すごい重宝したゲームです。大人になってしまうと、キャンペーンと言ってもね、月に1回とか集まってやっていくっていうと、まあ10セッションぐらいがせいぜいっていうところなので、なかなかね、こんなに大ボリュームのもの遊ぶ機会ってなくなってきちゃったんだけど、この頃はね、本当にこれでたくさん遊ばせてもらいました。社会人になると毎日集まるのは大変ですからね。有言実行ってわけじゃないんだけど、このマジカルランド RPG の関連書籍は最終的にこれ1冊で、サプリメント類は一切発売されませんでした。潔いですね。データの多さやオールインなことは分かったんですが、ゲームシステムはどんな感じだったんですか？キャラクターの種族とクラスを選んで能力値を決めていくっていうような部分はね、スタンダードなファンタジー RPG とほぼ一緒です。クラスはね、ウォーリアー、ローグ、メイジ、プリーストといったね、一般的なものから、バーバリアン、バーン族とか、プリンセス。これはもう性別も固定されてるんですけど、お姫様といった変わり種もあって、めちゃめちゃ選ぶのが楽しいです。バーバリアンだったら、例えば、精神系の攻撃に強い抵抗がある、バカだから平気っていう能力があったりとか、プリンセスなら、目をうるうるにしてですね、相手を言いなりにしてしまうお願いパワーとか、ちょっとギャグっぽいけど、意外と使い勝手がいい能力なんかも設定されてます。確かに、ちょっと変わってますね。それからね、クラスとは関係なくて、ダイスを振って生まれながらの特徴とかね、特殊な設定とか設定できる、いわゆるライフパスっていうようなシステムがあります。ゲーム内では特殊設定っていうものがありますね。これはね、例えば悪魔の血を引いてるよとか、神の血を引いてるよとか、いうような凄まじい強いものとか、あとは起きた宗師みたいにですね、戦闘終わるごとに血を吐いて倒れるみたいな厄介なものとか、キャラクターのヒーロー性、英雄性を示すようなね、いろんなアイデアがこの中に入ってます。今こそね、特殊なライフパスをプレイヤーごとに決めていくっていうゲームは珍しくないんですけど、この頃のファンタジーでゲーム的な効果を持っているこういう英雄的なライフパスが設定できるというのはね、かなり珍しかった気がします。ライフパスというとですね、僕がよく遊んでいたのだと、セブンフォートレスというゲームがライフパスいっぱい用意されていて、表で振るっていうゲームでしたけども、セブンフォートレスが1996年発売なので、マジカルランドはね、その4年前。セブンフォートレスはだいぶ長いこと雑誌掲載されてたので、多分1991年ぐらいから雑誌掲載はされてたんですけども、ゲームとしてはこっちの方が4年先輩なので、そういう意味ではね、かなり新しかったんじゃないかなと思います。ちなみにね、僕はマジカルランドでキャンペーンやる場合は、この特殊設定をね、3つ振って2つ好きなのを選ぶというようなね、ハウスルールを採用して、より英雄性を際立たせるみたいな工夫をしてました。かなりね、バランスブレーカーな要素ではあるので、今遊ぶんだったら少し調整は必要かなと思ってます。はてな特殊設定は少年漫画の主人公のような活躍ができて楽しそうですね。そういうところもヒロイックなキャンペーン向きで面白かったんですね。それから魔法が非常にたくさん用意されていて、魔法のルールがとっても面白いですね。マジカルランドではですね、プレイヤーが自分の知識の能力値から算出されるラーニングコスト LC というね、ポイントを使って魔法を選んで習得していくんですけど、火の魔法は30ポイント、水の魔法は20ポイントみたいに決まってるんですけど、これをですね、安く獲得したり、さらにたくさん LC をつぎ込んで、すごく完全に習得するみたいなね、習得段階っていうのを選べるんですね。予備習得、部分習得、標準習得、完全習得、4段階の習得方法があって、LC をケチってほとんどの魔法が使えるんだけど、全部すごくうろ覚えで失敗したりするっていう魔法使いも作れるし、火の魔法を特化して、火の魔法に関してはめちゃめちゃ強いんだけど、他の魔法はあんまり使えないよみたいな部分特化の魔法使いを作るみたいなこともできました。うろ覚えのね、魔法はさっき言ったようにいざという時失敗したりするけど、完全習得した魔法は MP をね、半分消費で使えたりとか、いろいろメリットがある。当時ね、爆炎の魔術師とか、雷撃の魔術師とかね、言いたかった中二病的な気持ちを持ってた僕らにとってはですね、魔法の系統を魔法使いごとに選べるっていうのはね、とっても面白い要素でした。割とこの頃のゲームだと、プレイヤーが簡単にできるっていうところを重視したっていうところあると思うんですけど、レベルアップするとこのランクの魔法を自動的に覚えるよみたいな、雷の魔法を覚えるのは3レベル以上だよとかっていうようなゲームが多かったんですけど、このゲームはね、レベルアップするごとにどの魔法を取ろうかなっていうのを考える楽しみっていうのがありました。あとですね、明治みたいなマジックユーザージョブ以外にも冒険者魔法とか盗賊魔法とか、今考えるとちょっとスキルに近い感じですかね。こういう魔法とか、あと明治やプリスト以外にもですね、特殊な魔法を使えるクラスが多かったっていうのもとても面白かったです。あとね、当時だと回復役に絶対プリスト入れなきゃいけないよねみたいなのもあったんですけど、このゲームの場合はですね、回復役、ホーリーナイト、聖戦士とかプリンセス、アドベンチャラーとかっていったクラスもですね、回復魔法が使えるので、少人数のパーティーで遊んでも意外と遊べるっていうところも当時嬉しい点でした。
マジカルランドというタイトルだから魔法がすごく充実してるんですね。そうですね。このゲームでもウォーリアーのようなね、純粋な前衛クラスっていうのは魔法使えないんですけども、攻撃の命中率をわざと落として複数回攻撃をするっていうですね、最近のゲームだとガーデンオーダーとかに採用されているようなシステムもあるので、戦闘中もですね、どういう風に戦おうかとか、どういう風に攻撃を割り振ろうかみたいな選択肢があって楽しかったです。ファイターって前に出て殴るって感じですもんね。あとですね、転職のシステムもあったりするので、ウォーリアーで基礎能力を上げていってから魔法を使えるクラスに転職するみたいなね、ドラクエ的な転職プランを考えるのもとても楽しい要素でした。当時としてはかなり新しい要素が詰まったゲームだったんですね。特にね、当時大ブームだったドラクエとか FF のようなコンシューマー RPG から入ったプレイヤーにとってはね、とってもイメージしやすくて遊びやすいゲームでした。絵もね、すごい多くて、たくさん挿絵が入っているので、ワクワクしながらね、ページをめくって隅々まで遊びました。若干値段が高いとか、売ってる本屋さんが少なかったとか、いろいろあって、残念ながらソードワールドほど遊ばれたわけではないんですけど、間違いなく隠れた名作だったと言えるのではないでしょうか。僕は今でもね、これが一番好きなファンタジー RPG です。今でも遊ぶことはできますか？さっき言ったね、特殊設定のところみたいな、少しゲーム的には古いところがあるので、カスタムは必要かもしれないですけど、全然遊べると思います。基本システムはね、とってもしっかりしてるので、とにかくね、成長システムが楽しい。1回の戦闘終わったら、戦士が2レベルレベルアップして、明治が1レベルレベルアップしてみたいな、みんなでバンバンレベルアップさせていくみたいな感じで遊べるので、コンシューマーゲームをね、みんなで遊んでいる感じ。スレムを倒したらレベル上がるみたいな感じで、バシバシレベル上げながら強くなっていくのを実感しながら強い敵にね、挑んでいくみたいな遊びができるので、考えてみるとこういうテイストで今遊べるゲームって少ないんじゃないかなと、意外と今ないんじゃないかなって思います。というわけでね、こうやって紹介してきてるんですけど、例によってね、このシリーズで紹介するゲームっていうのはかなり入手困難になってまして、古本屋などでね、見かけたらぜひ保護して損ないと思いますので、探してみてください。まだ電子書籍もなかった時代なので、手に入れるのが難しいのは困ったもんですね。そうですね。過去のね、こういう名作ゲームがそのまま消えていってしまうっていうのは惜しいなと思います。僕もね、改めて今回番組で紹介するにあたって見直してみたらね、やっぱりすごい面白いゲームだなというところで、また遊びたくなってしまいました。はい。そんなわけで TRPG 温故知新第2回は僕が学生時代に一番たくさんキャンペーンを遊ばせてもらったマジカルランド RPG をご紹介させていただきました。今後も今振り返ると意外と新しい面白いゲームをどんどん紹介していきたいと思いますので、面白かったという場合は高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ではまた次回をお楽しみに。じゃあねー。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。